つい運動は続かないし、やりたくない。でも、楽すぎても効いてる感じがしない。そう思ってる僕みたいにわがままなズボラーの皆さんにぴったりです。簡単なのに効果も実感して最速で痩せれるんです。スクワットって聞くと普通、きつい、フォームが難しい、やりたくない。この3拍子だと思うんですが、今回紹介する逆スクワットは違います。スクワット自体効果がある運動で、スクワットを進めるお医者さんやトレーナー多いんですが、間違ったやり方をすると、逆に足が太くなったり、関節を痛める可能性だってある。何よりきついので、僕みたいなズボラには続きません。でも今回の逆スクワットは、しゃがんだ状態からスタートするので、難しいフォームもないし、膝や腰を痛める心配もなくて、めちゃくちゃ簡単です。なのに、全身の脂肪燃焼促進、基礎代謝の向上、姿勢改善や関節周りの筋力アップなどの効果が得られるんです。だから、ただのストレッチだと物足りない。でも、きつい運動は続かないし、やりたくない。そんなズボラさんにぴったりな内容です。一緒にやっていきましょう。そして足を肩幅よりもちょっと広め、これぐらい開きましょう。で、こんな感じで手を膝に添えて、股関節広げていきます。で、このまま片方ずつ肩を内側に入れます。イチロー選手がよくやってるストレッチですね。で、ここまで開かないよって方、いいです。これぐらいでも全然 OK です。できる人はしっかり広げる。そして、腰もなるべく落とす。まずね、ストレッチ、準備運動からやっていきます。いきなりね、逆スクワットやると、体が硬い人は、ちょっとより難易度が上がっちゃうので、まず準備運動です。呼吸は止めないようにしましょう。OK です。そしたら次はですね、手、腰に添えて、こんな感じで前屈します、前屈。前屈して、ぐっと戻る。これ繰り返します。前屈する。戻る。でですね、膝多少曲がってもいいです。膝多少曲がってもいいので、ここ股関節からしっかり曲げる。お尻ちょっと後ろに突き出すイメージですね。この前に倒れた時に膝の裏ももの見てれば OK です。で、戻るときはお尻の筋肉使ってお尻の穴ギュッと締めるイメージで戻る。前に前屈する。この時裏ももストレッチ。お尻の穴ギュッと締めるイメージで戻る。膝曲がってもいいですからね。でも膝ね、伸ばしたままできる人は伸ばしたままでもいいです。膝裏もものストレッチとお尻のトレーニング兼ねてます。この戻るとき、お尻力入れてくださいね。お尻の穴ギュッと締める。呼吸止めないようにしましょう。で、いつも伝えてる通り、毎日じゃなくていいです。週に1回でも全然 OK なのと、なんかフォームもね、このフォームでやらなきゃダメだとか、完璧にやろうとしなくてください。目的は習慣化です。よし、OK です。そしたら次も、ストレッチですね。内もも、股関節いきます。肩幅でちょっと広めに開いて、よく準備運動でやるような伸脚です。右足の内もも伸ばしてます。右左どっちからでもいいです。両方やっていきます。もっと狭くて、このまま、これでも十分伸びる人は OK です。頑張れる人は、もっと肩幅よりも広めて、こうすると内ももしっかり伸びてくると思います。で、この時ね、あんまり肩にこうギュッと力入んないようにしましょう。肩は力抜く。頑張れる人はどんどん深く深く。きつかったらね、一回こうやって戻って、伸ばして。これ繰り返してもいいです。頑張れる人はこのままキープしましょう。よりどんどん深くね、していっても OK です。呼吸を止めないようにしましょう。そしてこれね、なんかこうやってヨガマット引かなきゃダメなのとかよく聞かれるんですけど、布団の上、ベッドの上、床、絨毯の上、ヨガマットの上、どこでも OK です。ただ、あんまりね、ふかふかのベッドの上だとちょっとやりづらいかなと思います。ただ、こうやってヨガマット引かなくても全然 OK です。呼吸止めないようにしましょう。OK です。これで逆足やります。ついてきてますか？もしきつかったら、サボりサボりで OK です。完璧にやろうとしなくていいです。目的は習慣化です。次、左足いきます。足出して、ちょっと腰を下ろす。内もも伸びてれば OK です。こんな感じです。ちょっとお尻をね、後ろに引くイメージですかね。後ろに引くイメージが伸びると思います。こうやって手、添えてても OK です。もうどうしてもきついよって人は、もうこれぐらい浅くてもいいです。内もも、膝の裏伸びてれば正解です。こうしなきゃダメだとか、僕と同じポーズができないとか、っていうのはもうどっちでもいいです。目的は内もも、膝の裏を伸ばすことです。伸びてれば正解です。この時ね、腰が痛いとか首が痛いとかってことは無理しないでください。で、肩もついこうなりがちなんで力抜きましょう。
よし、OK です。そしたらですね、逆スクワットのポーズをまず取ります。足肩幅よりちょっと広めぐらいに開いて、しゃがんじゃいます。べちゃーっとしゃがんじゃいます。よし。で、この状態で、ちょっと肘でね、膝を外に広げながら、ちょっと左右にゆらゆら揺れましょう。で、硬い人ね、そもそもこれできないって方いらっしゃると思います。そういう場合はいいです。こうやってかかとが浮いちゃってもいいです。かかとが浮いちゃっても OK です。もしくは、もっと広げるとできるって方もいるので、もうちょっと広めに足幅を取っても OK です。できる範囲で OK。で、僕なんてね、ここ、アキレス腱断裂、3月31日にしたばっかなので、ちょっとしゃがむって動作が硬いんですが、こうゆっくりすればしゃがめます。肘でちょっと膝を外に広げましょう。左右にこう揺れながら。次の種目でね、逆スクワット、次にやっていきますので、呼吸をね、止めないように無理ない範囲でやっていきましょう。よし、OK。大丈夫ですか？もし、きつかったら休み休みでもいいですし、水分取ったりしながらで大丈夫です。では、最後いきます。さっきと同じように片方よりちょっと広めに開いて、まずしゃがみます。しゃがみます。そこから立ち上がる。立ち上がるときに裏もも、お尻使って、お尻の穴ギュッと締めるイメージで。しゃがみます。こっから立ち上がる。これ、膝腰痛い方無理しないでください。普通に、膝が痛くて曲がらないよって方は、普通のスクワットでもいいです。しゃがみます。で、この時、猫背になっちゃっていいです。腰取らなくていいです。猫背になっちゃっていいです。戻るときにお尻の穴ギュッと締めるイメージでちょっと骨盤突き出すと裏ももお尻効きます。しっかりしゃがみます。これを逆スクワットです。戻る。お尻の穴ギュッと締める。無理ない範囲でやってくださいね。しっかり戻す。お尻の穴ギュッと締める。で、この動画をね、必ず見ながらやってくださいとは言いません。覚えたらね、隙間時間にやってもらっても全然 OK です。しっかりしゃがむ。戻しながらお尻の穴ギュッと締める。よし、OK です。素晴らしい。最後まで頑張りました。もう全然ズボラじゃないです。もしこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。